やけどとか、あとは神経の麻痺とか白内障になったり、タイプやった時に感覚が麻痺しちゃって、未経験な看護師を雇って患者様に照射する。皆さんこんにちは。幸子とのび太社長の美容の村チャンネルへようこそ。イエーイ。このチャンネルは美容業界の闇や裏情報を皆さんへお届けします。今回はハイフについての業界の闇や裏情報についてお伝えします。エステハイフがちょうど本当にダメになったのは去年の年末頃ですよね。はい、それまでもエステでハイフ専門でやってるエステありましたね。あったと思うんですけど、もうピタッとお客さんが止まって、はい、クリニックにもそのエステでハイフやった人がやっぱりクリニックしかできないようになってバッとお客さん戻ってきたっていう、そういうことがありました。肌見治療の中でもハイフって結構人気だと思うんですけど、ハイフのことちょっとわかんない方もいらっしゃると思うんで説明しておきましょうか。ハイフの機械はですね、超音波と言われるものを使ってスマス筋に効かせていきます。スマス筋っていうのは表皮と真皮と皮下組織のその下にあるもので、分かりやすく言えば、焼肉に行った時に生肉を乗せると思うんですけれども、それを焼いたらギュッと短くなると思うんです。縮まりますね、ギュッとね。はい、そういう風な機械になります。だいたい 1.5 ミリ、2ミリ、3ミリ、4.5 ミリという風にあるんですけど、その脂肪がたくさん多いところには 4.5 ミリというものを使って、手の周りとかは 1.5 ミリ、だいたい2ミリを使うことが多いです。たるみ治療でもハイフはもう本当に一番最初の入り口っていうイメージがあるんですけど、そうですね。結構若い子になりますよね。なりますね。やっぱり韓国からのブームになったっていうのが大きいと思うんですけど、実際にハイフをフェイスラインに当ててほしいとか、ハイフだけでたるみがやっぱり小顔になるみたいな感じのイメージを持つ方とか多いですよね。そうですよね。はい、美容医療で最初に注射したりとかそういうのが怖いなっていう人はハイフはもうこう当てていくだけなんで、そうですね。イメージ的になんか大丈夫そうだなって思って興味ある人は多いでしょうね。今エステの話出たんですけど、エステでもうハイフ今までやってる方多かったじゃないですか。はい、多かったです。全面規制になったのは去年の年末頃からだと思うんですけど、2017年頃からエステでハイフをやるのが消費者庁から注意喚起されてたと思うんですけど、もともと結構問題あったよね。ありましたね。実際にトラブルの例で言うと、そもそもトラブルはすごく多かったものなんですけど、やけどとか、あとは神経の麻痺とかですね、あと白内障になったりとか、怖いですよね。あとはやっぱり効果の実感があんまりわからないとかですね、そういうトラブルも相次いでますね。やけどっていうと強くが強すぎてやけどしちゃうみたいな、そんな感じだよね。そうですね。セットしてあるそのミリ数を間違えてしまって、セルフエステとかだったりとかしたら、大きくやけどしてしまったみたいな方とかも多かったですね。神経損傷系でいうと、これ僕もちょっと体験があって、ハイフやった時に感覚が麻痺しちゃって、2週間ぐらいちょっとなんか麻痺ってるみたいなことがあったんですよ。僕も体験ありましたね。あとは白内障、目周りに打って。そうですそうです。やっぱり目の周りに打てるハイフも最近出てはきてるんですけど、実際に眼球にガードをしてないクリニックだったりとかもあるので、眼球にそのスプーンみたいなねガードをきちっとさせてやると、そういうふうなトラブルもなくなると思いますね。エステはそういうのも置いてなさそうですね。置いてないですね。効果が出ないっていうのは出力は逆にめちゃくちゃ弱いってことですかね。そうですそうです。トラブルがありますね。エステはそんな感じでいっぱいトラブルもあったと思うんですけど、じゃあクリニックだったらいいってことなのこれ？実際には効果はエステよりも全然実感あると思いますね。じゃあ出力の問題とかその効果がないってことはトラブルとしては医療クリニックだとなさそうなんだよね。そうですね。やけどとかその神経損傷とか、あとさっきの白内障みたいなことだと、クリニックだとどうなんですかね？クリニックだと実際にやっぱりある問題で、同業種ではない他業種から入ったクリニックにありがちなんですけど、未経験な看護師を雇って、で業者の研修1回ぽっきりで患者様に照射するとかだったりとかすると、実際にやっぱり患者様の顔に照射してないので、その分だけたくさんねトラブルも多かったりしますね。あんまり経験値のない看護師さんが照射するって、ハイフはあるんですね。ありますね。レーザー系だったらあるあるだと思います。
神経損傷とかはどうなんでしょう。クリニックだったらないとは言い切れないっていう感じですかね。ないとは言い切れないですね。リニアって言って、顎下の辺とかに 4.5 ミリでガンガン攻めるやつがあるんですけど、そういうのとかだったら神経が集中してる分やけどになりやすかったりとか、神経やっちゃったりもありますね。顔には神経が集まってるから集まってますからね。なんですよね。ガンガンここの顎下をやっぱりしっかりとやりたいっていう患者様の要望があるので、その分だけ何回もやると多くなると思いますね。なるほどね。実際に伸田社長はどうでしたか？ハイフやって？一回上がりました。上がりました。僕初めてやった時が37、8歳ぐらいだったんですよ。結構若い時にやったんですね。結構若いですか？いや、男性にしては美意識高いなと思って。半眼でこう見せてもらったんですけど、それ見た時にこんなに変わるのって思いました。そうですよね。だいたい効果のピークは3週間ぐらいというふうに言われていて、一番いいのは3ヶ月から6ヶ月に1回ぐらいのペースで3回ぐらいはやられた方がいいですよね。どんどんそれでこうたるみがなくなっていくっていう、小顔になっていく感じですね。エレベーターの中とかに入ると、こう上が鏡だったりするじゃないですか。上向いたりとかしたらこの顔だったっていう状況を実際にハイフをやると3回ぐらいやると分かるかなって感じです。エレベーターの中っていうのがなんか特別なシチュエーションですね。あーって。そう20代こんな顔だったって。すごいですよね。みんなやっぱたるみ取りたいんですよね。たるみは取りたいですよね。今日もわーっとしゃべくりましたけど、まとめどうしましょうか。そうですね。私個人的な意見になるんですけど、実際に自分がハイフを受けようと思ったら、まずは機械と、あとショット数と値段ですね。この3つ大事なんですね。実際に機械とかもですね、エステっぽい本当に安い機械をクリニックで韓国製のやつとか扱ってるところとかもありますし、あとはショット数で効果を出そうと思ったら何百ショット以上あるところの方がいいですし、金額だったりとかもドクターがきちっと照射するところはね、それなりの値段がついてたりとかするので、私だったらドクターが照射してくれるところを選ぶかなと思います。機械は確かそうですよね。小人気でも何種類かありますよね。ありますね。種類あるんですかね。おすすめありますか？おすすめ。私はウルトラセル Q という機械が好きですね。これはダブルやったことありますね。特徴どんな感じですか？リニアがついてるって言ったところで、だいたいドットのハイフと、あとリニアっていうのがあるんですけど、顎下をだいたい2週間に1回ぐらいリニアモードで攻めれるって言ったところで、よりフェイスラインをすっきりとさせることができる機械ですね。これショット数僕もちょっと分かんない時あったんですけど、クモポンとかそういうので見るとショット数少なくなったりするじゃないですか。ありますね。あれショット数って何なんですかね？ショット数はもうドットでトン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 が1回のショット数です。トン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 が1回ですね。数多く打ってくれる方がもちろんいいよねってことですね。そうですね。私の知ってるドクターでだいたいマックス700ショットぐらいまで打つ先生とかいましたね。時間どれぐらいですか？時間はですね、だいたい1時間ぐらいだと思います。1時間。なるほど。ドクター施術かどうかっていう話してましたけど、先生ドクターだと何でいいんですか？ナースとかだとプロトコル通りにメーカーが教えたまんまを打つところが多いんですけど、やっぱりドクターだったらもうそれなりにオリジナルでガンガン攻めてくれるっていうのがあるので、顔の状態で絞りたいところをしっかりと照射してくれるっていったところがメリットだと思います。そうか、ドクターの判断で、ここまでやっても大丈夫だなってところが分かると。でもナースさんだと分からないところもあって、メーカーが推奨している通りしか打たないってことですね。そうですね。だってドクター施術って言ったけど、ドクター施術の値段って大体 20% アップとかそうですね。大体 1.5 倍から2倍ぐらいに設定するところが多いと思いますね。同じ機械を使うでもやっぱりちゃんと理解して使ってくれる先生でやってもらった方が効果がやっぱいいってことなんですね。実際ショット数とかに関しても、よく見ないとダメかなと思ったりもしますね。ショット数はさっきさっちゃんが言ったみたいに300ショット以上はやった方がいいっていうことですね。今少しの部位だけでこう
ハイフの広告を出してるみたいなクリニックもありますよね。ありますね。なんか見たことあります？はい。最近私のインスタグラムには、はい、目回りハイフっていうのが、目回りハイフ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 っていうのがずっと追っかけられてます。そうですね、リターゲティング広告に追われてるんですね。はい、目回りハイフっていうといくらぐらいって書いてあるんですか？大体料金は広告を見るっていうところで見ないと開けられないんですけど、なるほど。大体9800円とかそれぐらいでやってますね。目回りだけやるっていう人いないですよね。いないですね。結局全眼をクリニックに全眼でお勧めされて、はい、まあ普通の金額を払うってことなんですね。そうですね、はい。パーツでやっぱり広告するところ多いと思います。目回りだけじゃなくって、頬だけとか、あと顎下だけとか、でも結果全眼やっちゃうみたいなパターンですね。そうですね。そうですね。ハイフって言ったら全眼そのままやる人がほとんどですよね。そうですよね。ではまとめから言うと、のび太社長どう思われますか？まあ一部位の話で広告が出てたとしても、まあ全眼やる気でクリニックに行った方がいいっていうことですよね。はい。だからまあ全眼やるための料金を見たり、まあそういうのがクリニックを選ぶときに必要だってことだと思います。はい。このチャンネルでは美容業界の闇や裏情報を皆さんにお届けします。この動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、皆さんからコメントいただけましたら、それをもとに次の動画作っていきたいと思います。それでは皆さん、またねー。またねー。実際、幸子さんのクリニックでは、はい、やってたんですよね。やってました。トラブルって結構ありましたね。やっぱりやけどとか、はい、あとはナースとドクターだったら効果が全然違うから、一回やっぱりコストの面でナースの方になったけれども、ただやっぱり全然効果が違うからドクターに戻るみたいな、はい、効果優先でみたいな人とかもいましたしね。ドクターの知識とか技術を看護師に教えるのは難しい。難しいし、看護師が実際にトラブルを起こすと、ドクターが責任を持たなきゃいけないけど、ただ自分でやった施術は自分で責任が持てるじゃないですか。だから先生でやった方が責めてくれたりするんですね。私看護師さんだから先生の迷惑になっちゃうからプロトコル通りにやるっていうことなんですね。結構そのまますごい今日面白いなと思うんですよ。実際にセルフエステがガンガンキャバ嬢アワレの代でしたっけ、がやってた時、そうやってた時とかは、セルフハイクとか流行りましたよね。一番怖いと思って。っていうイヤホンのところめちゃくちゃテンポ増えますけどね。全部増えた。多分もうないかもしれないですね。それを見てハイクのチェーン化をさせたいって言った医者がいたんですけど、こいつはマジアホやなと思ったんですよね。全然なくなったんだ。神経損傷、神経損傷、ちょっと待って、今日はこんなところにしておきましょうかね。そうですね、噛みましたね。はい。